早稲田大学の学生さんが温泉のボーリングの実習で鳴子温泉に来て、温泉を掘り当てて出たと、一般の、観光客といいますかお客さんも結構、こう来てはおります。ただどうしてもやっぱりこの間のコロナの関係では結構減ったこともありますし、こういう公衆浴場っていうのはどうしてもなかなかこう黒字になるっていうのは、よっぽどお客さんが入っても入らないと難しいということはあります。シャワー関係、そういう関係で、結構、水道料金であったり、そういうふうな経費も結構あるというのはありますね。そのためにですね、結構毎日浴場の営業が終わってから掃除とかするんですけども、そうなりますと結構夜中になってしまうということもありますんで、なかなか結構大変と言いますか、従業員は大変な思いをしてます。これ今何をされてるんですか？朝どうしても誰も入ってないと、上の方が暑くて下の方がぬるくてって温度分かれちゃいますので。ガスの濃度計なんですけど、硫黄の温泉なので、なんていうんですかね、床水素ガス高くなると倒れちゃったり、極端な話よく締め切ったお風呂に入って亡くなったりっていうのは、うちぐらいのでもお湯の泉質だとそこまでは上がらないんですけど、一応かかることにはなってます。どんなとこ見なきゃいけないですね。温度測りまして、だいたいざっくりですけど目標の温度ありますので、それに対して今日ぬるめだったので、ちょっと絞るっていうんですかね、温度調整する感じになります。源泉の量を調整してってことですか？そうですね、この時期ですと、あと暑いと水をちょっと多めに入れたりですとか、
中夜間お湯止めまして、掃除してお湯浴槽の方抜いてますので、朝に開けて。冬場だとでも雪かきがちょっとつい入り口周りとか、そうですね、お客さん通るところどうしてもそのままにはできないのでっていうので、さすがにその時は人は増やします。その時も一人ですね。温泉卵工房です。あ、ここではい、こちら大体70度ぐらいの設定のお湯で食べますので、あと卵入れてもらって、好みですけれども20分前後ぐらいでちょうどいい温泉卵ができるようになってます。すいません。ごゆっくりどうぞ。はい、わかりました。じゃあ待機します。広い方が若干ぬるめで気持ち絞ってました。これ何深いいい方は下げてきました。で、広い方は絞ったままなので、もしかすると上がってくるかここで止まるかですかね。1.5の3だね。ああ、では上がってこないですかね。それは何止めた方がいい？そうですね。それ下がりすぎて。はい、ここからだと下がりすぎと思いますね。今のはお湯の温度の話ですか？そうですそうです。ちょっと、手動で調整なので、2時間おきに温度を測って、でそれで調整、下がりすぎないように上がりすぎないように。何かを見て調整されてるんですか？お湯と水の量ですね。よそにこう供給してる分が多いというか、夕方皆さんお風呂ためますよね、そうすると1回細めになるんですけど、昼間使ってない時はこれ太くなるので、この温度とお湯のあれで温度が高くなるんですよ。じゃあ各家庭が使う時間になるとまた少し下がる。下がるっていうより細くなるのかな。なるほど。源泉自体は、大崎市の市で持っている源泉なんですけど、それをうちの方の会社で、指定管理ということで維持管理を委託を受けてやってる。でこっちが下地文化源泉っていうことで、ここに源泉が
10本近くあるんですけど、それを維持管理しながらローテーションしてやってます。こことそれ以外に各旅館とかホテルで個人で持てる源泉もありますんで、あとはさっきほどの早稲田湯も行ってますし、あとは一般の家庭の方、一般の家庭にも10何軒ぐらいは行ってますね。維持管理っていうのはどういうことをされてるんですか？維持管理はね、はい、この辺が蒸気泉って言いまして、普通のああいうかに温泉が出てくるわけではなくて、もう高温の100度以上の120度から150度ぐらいの蒸気が お湯と蒸気が混じったようなのが出てくるんです。源泉っていうのが、中にスケールって言いまして、温泉の成分がこう付着していくんですね、だんだんと缶の中に。で缶の中がだんだんこう細くなってしまうんで、そうなると蒸気取れなくなるので、定期的にドリルのようなので上から削って中を広げてっていう作業をやる。3ヶ月に1回は掃除しないとこのぐらいの口径のやつが中が一気にぐーっと狭まってしまいますので、それどれぐらいの管の長さをやるわけですか？この辺でだいたい100メーターぐらいですね。地下100メーター。一本のこうドリをこうつないでいくやつが、5メーターぐらいのやつをこう順次こう入れてはつないで入れてはつないでって言って、先っちょにこうドリルがついてて、それでこう掘りながら下に行くという。何人くらいでやってらっしゃる？本来は3人必ず必要なんですけど、今2人しかいないです実際作業員ですので、その作業をやるときは1人臨時で誰かお願いするか、一応こちらで人を募集してはいるんですけど、なかなか集まらなくてですね。ちょっとお湯の調整に行きます。清掃もお湯の調整があるんですか？そうですね、明日の朝までに大体、なんていうんでしょう、湯船のお湯をためるように、お湯の量を調整してっていうのが、なるべく適温にたまるようにですね。はい、そもそも、お湯の量とか言えます？はい、こんな感じで、こっちがお湯で、こっちが水なんですけど。今日大体何人くらいが入られた感じですか？今日は露天は多分使ってないです。露天は使ってない。はい。なかなか平日ですと使うお客さんも少ないですかね。使ってなくてもこうやって洗うんですか？どうしてもそうですね。足湯とかと一緒で、どうしてもこう日光が当たるので、ちょっと藻みたいな緑色のが残っちゃうと増えるっていうんですかね。この白いの何ですか？湯の花っていうんですかね。硫黄の結晶したやつなんですけど。こんなに溜まるんですか？もっと季節によってなんか多い時は多いですけど。
終了ですお疲れ様でした。これを毎日はいやってらっしゃる。はい、多分どんな仕事もだと思うんですけど、やんなきゃない嫌な時もありますけれども、それ以外のところは面白おかしくというか、掃除の中にもなんかちょっと楽しみ見つけつつやれば嫌にはならないんじゃないですかね。何人に1人かはお風呂きれいでしたって言われれば意外と嬉しいですよね。不思議なもんで、別にだからといってその人たちに向けて毎日掃除してるわけではないですけれども、来た人みんなが気持ちよく帰ってもらえばっていうんですかね。毎日入んないと健康っていうか維持するためにはね、朝風呂一番、それが温泉も最高だしさ、どこに行ってもほらいろいろ温泉場ってのはあるけれども、鳴子の温泉は誰行っても一番だっつうのね、最高ですよ。なくなったら困りますよ、どっかに入りに行かなきゃいけないでしょ、町内に。一度ね、やっぱり温泉覚えてしまったら若しなんか入れない。全体見てもらえば分かんないけどきれいにしてるし、できるだけ少ない人数でそういう経費かけないでやってるからね。うちで沸かすこともないし、まず来てみんなでお顔を合わせてゆっくり入れるからね。ここだとただ来てね、高市だって1000人も650円だって掃除はすることない何にもすることないからね、ただ入れてもらうだけだ。鳴子は昔からね湯治場として鳴子温泉ってことで栄えましたんで、小さい頃から鳴子には温泉があって当たり前みたいな、そういうふうな意識はあります。最近鳴子温泉も結構過疎化って言いますか、かなり人口減ってきてますんで、この温泉の良さをこういういろんな方に知っていただいて、鳴子温泉がもうちょっと賑やかになればいいなと思ってます。